こんにちは、こんばんは、おはようございます。クオン開発の朝比奈幸太郎です。本日は音の20世紀第2回目ということで、コンデンサーマイクの誕生についてお話ししていきたいと思います。で、この思いますって今言ったんですけども、これもね、ちょっと話術の中で直していきたいところでありまして、上岡龍太郎さんのトークをですね、この YouTube を撮るにあたって研究していったんですけども、この思いますっていうのを、最近の子は言うんだと、テレビが変わっていった流れで言うようになったっていうふうに指摘されていて、確かにそれはね、一理あるなっていうふうに思いますし、今の思いますはいいんですけども、皆さんにね、ガイドする、その指南役としてはですね、この流れで行きましょう。今日はこれを行きましょう。今日はこれを伝えます。っていうふうにですね、断定して言っていくっていうことが非常に大事なんじゃないかなっていうふうにまた思います、言いますね。これはどうしても直していきたいところでありまして、そんな小話は置いておいて、今日はコンデンサーマイクなんですけども、世界初のですね、量産型コンデンサーマイク CMV3 の、ご紹介ということなんですけども、前回、政治の演説活動にマイクロフォン必須ですよと、たくさんの人に100人、200人、1000人の方に伝えるためにどのようにしましたかっていうと、拡声器を置く。音源の発生源を増やすということで、それを可能にしてきました。そこからですね、ラジオという手法が取られるようになって、そこからテレビになっていくんですけども、前回の収録の後にヒトラーの演説のYouTube 資料などを見ていますと、明確にですね、プロパガンダが必要だというふうにですね、そのナチスの党員が演説の前に言ってるんですね。それに対して観客、聴衆っていうのは、笑うんです。受けを狙って言っていて、プロパガンダが君たちには必要であるというふうに伝えたら、受けるんですね。それが非常に歴史的に面白い映像資料だなっていうふうに思いました。で、この CMV3 っていうのが出来上がった少し前ですね、1910年とか20年の頃には、すでにカーボンマイクというものが完成していまして、マイクロフォン自体はこの時期に発明されたというわけではありません。で、CMV3 っていうのは1928年に設立されたノイマン社、ゲオルグ・ノイマンというですね、技術者が作ったノイマンの会社が立ち上げて、作ったマイクロフォンなんですが、プロトタイプとして CMV1、CMV2 っていうのがありまして、CMV3 まで全部無指向性マイクロフォンです。今使っているクオンのオリジナルマイクロフォンも無指向性マイクなんですけども、なんでこんなにちっちゃくなったかっていうのは、番組チャンネル登録していただいて、今後の音の20世紀の後半部分でお伝えしていくと思います。で、この頃のドイツっていうのは、非常に発明大国でして、ほとんど音の20世紀、映像の20世紀も含めてですね、ドイツで生まれた発明品が20世紀の広告業界、ひいてはコンテンツ制作業界すべてに関わってくるわけなんですね。で、もう一つ有名なのがライカです。ライカも1800年代後半に生まれた概念が、確か1910年までにですね、ライカの初代のレンジファインダー、ライカ F1 が作られたと思うんですが、これら辺ちょっと記憶が曖昧ですいません。カメラのことなので、あれなんですが、私カメラも大好きなのでですね、ライカのことはよく調べたはずなんですけども、初代のこの辺りに確かできた、1910年ぐらいにできたと思うんですが、初代ライカの F が10億円とかで落札された経緯があったりとかですね、非常に面白い時代になっています。で、話は飛ぶんですけども、この1920年代っていうのはですね、例えばテレフン圏ですとか、バスフなどですね、そのあたりの、巨大な、現在にもその DNA が残っているメーカー、ブランドっていうのが続々誕生していますし、もちろんノイマンなんていうのは、現在でも第一線、テレフン圏も第一線で、活躍している会社でして、ノイマンの KM184 なんかいうのはですね、指向性マイクロフォンとしては、クオンも私自身も、非常にお勧めしている、マイクロフォンになります。バスフっていうのはこの後ろにありますルボックスの、についてます。このテープですね、磁気テープを開発していた、企業でして、こちらも今もバスフの私はケースを使っていたり、バスフの
このカラリールをですね、使っていたり、するわけなんですね。まあ、今日ご紹介しているその CMV3 っていうのは、世界初の量産型コンデンサーマイクロフォンなわけなんですね。で、この技術自体はですね、現在も、現役に脈々とつながれていくものなんです。で、すごい巨大なものになってまして、重さがなんと3キロあるマイクなんですね。で、もう本当に腕ぐらい、人間の腕ぐらいあるマイクロフォンでして、で、このマイクロフォンなんでこんなにでかいんや。で、なんでクオンが作ってるマイクロフォンこんなにちっちゃいんや。そういうふうに思われる方いると思います。で、当時のこの CMV3 っていうのは真空管です。まだトランジスターができる前の時代のマイクなので、増幅器としては真空管を使っていたんですね。で、真空管を使うためにはですね、発熱を防止させるために、発熱を防止させる必要があります。そのためにですね、空洞が必要です。空気の流れが必要です。で、その増幅をするためにはですね、かなり巨大な真空管をボソッとこの筒の中に入れるわけなんですね。で、振動板自体は1枚の金属の薄い板がですね、離すとこれが震えるわけです。こんなにでかく震えないですよ。本当にもう見えないぐらいの震えなんですけども、これが金をね、当時使っていたそうで、金っていうのが、非常に薄く伸ばせる。で、その振動を電気を通す。で、これ電気を通さないと、電気信号に変換したものを真空管に送れませんので、そこが重要になってくるわけなんですね。で、この CMV3 っていうのが、3っていうのが非常に変換効率がいいと。そして、囁くような声で喋っても、コンデンサーマイクですので、ちっちゃい声で喋って、今めちゃくちゃ私もちっちゃい声で喋ってますが、マイクロフォンの力で増幅されてますよね。当時の CMV3 も、普通に囁くように喋っても、すごい音、大きな音で、録音される、届けられるという仕組みになっているわけなんですね。で、この振動板と、電気信号を取り出したものを増幅器で上げる。増幅器で上げた信号を伝送する。これっていうのは、100年経った、ほぼ100年経った現在でも、仕組み自体は全く変わらないわけなんですね。同じなんです。アナログの部分っていうのは。そういうふうに考えると、マイクロフォンっていうのはこれからも、人類の記録、そして人類の伝送にとって主流のアイテムになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。映像自身ももちろんそうなんですけども、映像よりも音が優れているって、よりもっていうのはおかしいんです。ニコイチだと思っているので、セットなんですけども、音の方がなんかいいなって思うのが軽いんですよね。ポッドキャストだけやってる方おられると思うんですけども、本当に圧縮すると数メガで届けられるし、映像は圧縮してもね、もう数十メガ、数百メガにはやっぱりなってきますし、画質のいいものを届けようと思ったらかなり重いですよね。で、そういう意味で言うと、例えばそのライトな Bluetooth 転送なんか、でも音っていうのは取り扱うことができますし、結局この軽装備で収録して軽装備で届けるっていう意味では、最後まで残るコンテンツになるんじゃないかなっていうふうに、勝手に思ったりしています。で、この後ですね、指向性マイクっていうのも CMV シリーズで発明されていくわけなんですけども、その完成型となったのが CMV のM7 カプセルというものを開発しまして、そのカプセルっていうのは、無指向性マイクの場合はですね、その全方向から取れますので、1枚の金属の板を震わせるだけでよかったんですが、指向性マイクの場合っていうのは絞らないといけないですよね。後ろのこの音場を絞っていく必要があるんです。で、これは現在、クオンのアプリの方でも、ソフトウェアでこの後ろを絞る。で、前の指向性をこうやって絞っていくっていう、エンジンを組み込んでいるわけなんですけども、当時はこれをですね、やっぱりハードで再現する必要がありますので、後ろにもう一枚金属板を置きます。金属板って金で、作られてるんですが、それにですね、153個、だったと思いますが、153個の穴を開けるんですね。で、穴を開けることによって、後ろから反射されている音なんかを全部吸収してですね、それを操作して、指向性マイクとして完成させるというような流れになってました。なので、無指向性マイクの方が安く、手に入ると
いう印象を持っておられる方いるんじゃないでしょうか。指向性マイクの方がなんとなく高いイメージがありますよね。高級機になってきますと、DPA とかになってきますと、無指向性マイクも指向性マイクも同じような値段になっているので、そんなに変わらないと思うんですけども、結構低価格帯の10万円ぐらいのラインになってくると、指向性マイクの方が若干高いなっていう印象があるんじゃないでしょうか。そういう手間がやっぱりかかっているので、指向性マイクは当時から高かったということなんですね。で、この CMV-M7 のカプセルっていうのが、U の47をその後戦後にですね、引き継がれて後継機種として誕生しますが、この U の47っていうのが、ハッセルブラッドのような存在と言っても過言ではないんでしょうか。放送業界では本当に、大活躍する、伝説の名機というふうに言われてまして、現代でもですね、U の47復刻版とかですね、U の47を再現しましたっていうメーカーが出してきたり、他のね、ノイマンじゃないメーカーが出してきたりとかですね、その伝説的なマイクは現在も継承されているというような形になってます。なので、この1932年、32年だったかな。32年に登場した、このドイツ国内の音楽産業の革命的なコンデンサー量産マイクロフォン。これがコンデンサーマイクの始まりと言っていいんじゃないでしょうか。もちろんね、それ以前にも研究段階でいろんなプロトタイプがありますので、どこを起点とするっていうのは明確には難しいところではあるんですけども、そういう流れがあったよということなんですね。当時そんな腕みたいなマイクロフォン、これ無指向性の AB 方式っていうのを確立した場合はですね、ここに腕2本のマイクを装着しなければいけなかったんですが、クオンのマイクロフォンを使えばこんなにちっちゃいマイクロフォンでこんないい音で取れるよという話でございました。今日はですね、量産型コンデンサーマイクロフォンの初 CMV3 の話をしました。次回もですね、音の20世紀として、20世紀の音響を、オーディオの世界をですね、順番に皆さんと勉強しながらシェアしていくというスタイルをとっていきます。まだまだね、話すのが慣れていませんので、台本も読んではいないんですけども、資料を自分で勉強しながら、そしてそれを落とし込みながら皆さんとリアルタイムでシェアしていくっていう、そういう番組にしていきたいと思っております。これからもですね、コンスタントに投稿していきたいと思いますので、チャンネル登録、いいねボタン、応援よろしくお願いします。また番組をですね、見ていただくことで音の歴史しっかりと学ぶことができます。加えてですね、GPS 関係の講座も YouTube として講座解説しております。GPS の技術を初心者から、積み重ねて学んでいけるようなチャンネルも作っていますので、興味のある方は概要欄から、飛んでみてください。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。